こんにちは。今回使用した糸はこちらのダイソーさんのリサイクルポリエステルヤン段染めです。色はアッシュグレーミックスです。はい、こういう感じのグレーを基調ですかね。でもピンクとかブルーとか鮮やかな色が入っています。材質はポリエステル 100%、60g 玉巻きの140メートルということになっていて、おすすめのかぎ針は7号針となっていますが、8号で編んでおきました。はい、そして紐は5号針で編みました。それでは編んでいきます。模様編みの編み方の説明で、実際は131目鎖編みするんですけれども、21目で編み方の説明をしていこうと思います。模様編み5の倍数プラス1で調整してください。はい、鎖編みですね。ここからですね、1、2、3、4、5、6という感じで、実際は131目5の倍数プラス1で調整してください。で、はい、今ここですね、ちょうど21目編んできたので、今からですね1段目です。鎖3つで立ち上がって、その真下の目は土台の目になるので、一番端からですと5目目ですね。5目目の裏山ですね。鎖編みの裏山。この鎖の編み地をちょっとこう斜めにくるっと返すと、編み目がポコポコっと出ているところがあるんですけど、はい、そこが、裏山になります。で、そこに針を入れて長編みですね。この上にポコポコっと出ている、これが裏山になります。1段目は1目に1つずつ長編みを編んでいきます。裏山ですね、ポコっと出ている裏山に針を入れて長編みを編んでいきます。はい、こんな感じですね。こんな感じで1段、実際は131目ですね。これは21目長編みを編んでいきます。はい、端まで編んできました。21、ここはあります。実際は131目です。そして2段目ですね。2段目は、鎖編み3つで立ち上がり、そして、一応ここでマーカーをしておきます。この模様編みは6段で、1セットになります。で、今鎖3つで立ち上げた後、また鎖を4つして前段の1、2、3、4つ飛ばして5つ目の前段の長編みの頭ですね、そこに針を入れて長編みです。そしてまた鎖編みを4つ、1、2、3、4ですね、4つして4つ飛ばして5つ目の長編みの頭に長編みです。また鎖編み4つして4つ飛ばして長編みです。5つ目に、はい、2段目はもうこの編み方です。全部で4
つ飛ばして5つ目に一番端になるので、立ち上がりの鎖3目目のとこですね、そこに編みました。はい、これが2段目です。4段目も同じ編み方になります。そして次は3段目は鎖3つで立ち上がり、もう一つ鎖をしてですね、一応ここもマーカーをしておきます。3目のところにですね、3目のところに、はい、そして長編みをですね、一番最初の、土台の目ですね、目に長編みです。そして前段の長編みの頭に長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つ、そしてこの繰り返しです。でまた次の長編みですね、そこに長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編みですね。はい、そしてまた前段の長編みの頭に同じ編み方です。長編みを1つで鎖編み1つ、同じ目に長編み1つ、鎖編み、また同じ目に長編み1つ1つ、はい、そして一番最後は半分になるので、この3つ目の鎖の3つ目ですね、はい、そこに針を入れて長編みですね、長編みを1つ、そして鎖編みを1つ、そして同じ目に長編みですね。最後は両端は半分になるので長編み2つです。あとは1つの目に長編み3つずつですね、間に鎖。この編み方は5段目も同じです。次は4段目ですね。で4段目はもう2段目と同じです。2段目3段目を繰り返して、4段目5段目に編んでいきます。なので鎖3つして、そして4つして、そして前段のこの鎖3つしているところの真ん中ですね、その長編みの目の頭に長編みです。そして鎖を4つして前段の長編みの真ん中ですね、そこの頭に長編み、そして鎖を4つして、はい、前段の真ん中の長編みですね、そこの頭に長編みを編んで、でまた鎖編みを4つして、一番端はまた一番端の目に3目のところに長編みですね。はい、こんな感じになります。でまた次は3段目と同じ編み方を5段目に編みます。123で立ち上がり、もう一つ鎖をしてですね、ちょうど半分の編み方を作る感じになりますので、下の目に針を入れて長編みですね。そして前段の長編みの頭、そこに針を入れて長編み、鎖1つ、同じ目に長編み、鎖1つ、同じ目に長編み、はい、そして
次の前段の次の長編みですね。そこの頭の目にまた同じように長編み、鎖1つ長編み、鎖1つ長編みですね。この編み方で端までですね編んでいきます。これが今5段目ですね。はい、5段目。そして6段目は、全部ね長編みを1段編むということになります。それで1セットですね、6段まで編んで、はいですね。1段目長編み、2段目で3段目で2段目3段目の繰り返しを3段目4段目5段目にして、6段目は鎖3つで立ち上がって、そして前段のスペースに束で入れます。スペースというか鎖編みの下は束で入れるという感じになります。次は長編みなので頭に長編み、前段長編みなので長編みの頭に長編み、次は鎖編みのところになるので束で入れます。そして次は長編みなので頭に長編み、次は束で長編みで長編みの頭に長編み、ここは長編みですので続きますね。長編みの頭に長編み、そして鎖編みになるところなので束で入れて長編み、はい、こんな感じで前段の長編みのところはその長編みの頭に長編みで、間に鎖編みを編んでいる部分は鎖編みのところには束で入れてもう長編みを編むということで、前段の編み方に合わせて編んでいきます。はい、束で長編みで長編みの頭に長編み、これが6段目の、前段の編み方に合わせて編む、長編み1段ですね。はい、こんな感じになります。はい、そして最後のところもですね、立ち上がりの3目の鎖3目のところの3目目のところに針を入れて長編み、はい、これで6段のこの模様編みが1セットになります。そしてもう分かると思うんですけど、7段目は鎖を3つして立ち上げて、前段のね長編みの頭ですね、はい、そこから1目ずつ、鎖3つのところはもうそこで1目になりますので、はい、その次からですね、次の長編みの頭から長編みを編んでいくということになって、もう繰り返しになります。はい、今これね131目を編んできました。この、6段の模様ですね。12345長編みから長編みまで、この模様を12344つ編んできて、この同じものをもう1枚編みます。そしてこちら側は、肩のところは肩だったり、ここはちょっと閉じ合わせるんですけど、そこでここはねちょっと長めに、閉じるのに使おうと思うので、この40目までの長さのだいたい 5,6 倍ですかね。でこちら側の方から先に肩はぎはします。肩を剥いでいこうと思います。でこちらがこ
これちょっと長めに、目立ての数が多いと途中でわからなくなったりして、少し多めに鎖編みをしたりします。そういう時はもうちょっと多めにですね、数をしてその目数まで編んで、あとはもう解いていってですね、その目の前の糸を引っ張ればそれで大丈夫です。そしてこちら側が表側になります。目立ての時の初めの糸が左の下に来てる、その時が、こちらの面が表面になります。40目だからこれ10、20、30、40だから、ここら辺、ここですね、40目で、こっちも10、20、30、40のところに印をつけて、でここまでを引き抜きで閉じていきます。先に最初に編んだ方のも糸を切ってる方のですね、残してる糸の方からはいぎ合わせていきます。もう一枚の身ごろですね、中表に合わせて、この肩のところ40目ですね、そこまでを、引き抜きで剥いでいきます。中表でですね2枚重ねて、最初の目立ての立ち上がり3目の土台の目ですね、それが一番端になるので、ここの目ですね、この目なんですけど、先にこの糸の方を向こう側から針を入れて、そしてこの一番最初の、目立ての土台の目、一番端の目、そこに針を入れて引き抜いて、これが一番最初の引き抜きの目になります。そしてあとはこの鎖の目のですね、2本と向こう側も頭の2本ですね、それを取って引き抜く、一目に1つずつですね、4本、糸は4本ですね、そこに針を入れて引き抜きます。あまりこうつったりしないように、いい感じでですね、こう剥ぎ合わせた肩のところがつらないように、こう自然な感じに少しだけゆとりを持たせてですね、ずっとこんなして、この40目ですね、引き抜いて剥ぎ合わせていきます。こんな感じですね。これでいいと思います。これで40目剥いでいきます。最後のところまで、マーカーのところまで来たので、マーカーを外して、同じようにですね、引き抜きで閉じます。ちょっとですね、動画がすいません。一番最後も同じように引き抜いて、鎖編みを一つして糸を抜いておきます。こんな感じでですね、裏はこんな感じでちょっと目立ちますが、表は結構こんな感じでいいと思いますね。剥いだりするのってちょっとめんどくさいけど、やりだしたらね、形が作られていくので、反対側もね同じようにやります。肩の剥ぎですね、両方とも割って、でそのままこの剥いだ糸をそのままですね続けて、これは今身ごろを表に返してます。そして、鎖編みを2つして中長編みの引き上げ編みです。前段というか2つこう重ねているところの
長編みですね。重なり始めの長編み、はい、そこに横から針を入れて引き抜いて3本1本に引き抜きますね。中長編みなので、はい、これを全部一周します。で、一応最初のところにマーカーをつけておきます。はい、そしたらまた糸をかけてですね、前段の長編みの横から針を入れて引き上げ編みです。3本いっぺんに引き抜きますね。はい、また糸をかけて横から針を入れて全部一緒に引き抜きます糸をかけて横から針を入れて引き抜きますね。引き上げ編みです。はい、反対側のちょうどつないでいるところの近くまで来ました。そこももう同じように長編みの目に横から針を入れて中長編みの引き上げ編みです。はい、ここがギリギリのところだと思います。右側のですね。そして今度左側のギリギリ一番つないでいるところですね。そこ長編みの横から針を入れて引き上げ編みですね。3本いっぺんに引き抜きます。はい、ちょうど真ん中のつないでるところこんな感じです。はい、マーカーをつけている最後のところまでぐるっときました。はい、右側の一番最後の長編みのところですね。横から針を入れて引き上げです。そしてここはもうそこのところ引き上げから始まっているので、もうここは、このマーカーのところの目に針を入れて引き抜いてつなげて終わりです。はい、で、ここも鎖を一つちょっとくるっとしてハサミで切ります。そして次は紐を通す部分を作りたいので、この編み地を横にしてですね、新しい糸を持って、そしてこの一番端からですね、一番端の目に針を入れて、そして新しい糸を引き抜いて、そこからですね鎖編みを3つして立ち上げます。1,2,3、はい、立ち上げて、そしてここからですね目を拾っていきます。まず長編みのところはもうそこの目にですねそのまま入れて長編みを1つ編みます。そして次は模様編みの段になるので、鎖編みを2目して、その模様編みの目のとこですね、目に針を入れて、長編みです。そして鎖編みを2つして、次の模様編みの目のところに長編み、そしてまた鎖編みを2つして、次の模様編みの目のところに長編み、そしてまた鎖編みを2つして、次の模様編みのところの目のところに長編み、そして次はもう長編みの目になるので、そのまま続けてですね、長編みのこの足の部分に長編み、頭の部分に長編み、また足の部分に長編み、はい、これで長編みが4つ続きます。そしてまた模様編みのところになるので、鎖編みを2つして、模様編みの頭というかその目のとこですね、そこにまた鎖編みを2つして、模様編みのその目のとこですね、目のところに、はい、段のところですね、また鎖編みを2つして、模様編みのその段のとこですね、はい、で鎖編み2つして、模様編みの段のところですね、そこに入れて、これで四角が4つできて、次はもう長編みの段なので、この長編みの足の部分に長編み、頭の部分に長編みで、また長編みの足の部分に
長編みですね。はい、これで長編みが4つですねつながりました。はい、こんな感じでですね、四角の模様編みのところ4つ、四角が4つ、そして長編みが4つつながって、そしてまた模様編みのところに来たら、四角を4つという感じで、この下の横に編み地の模様に従って目を作っていきます。はい、こんな感じで一段ずっとですね編んできました。はい、じゃあ次は2段目ですね。この2段目はもうこれと同じようにこの前段と同じ編み方で2段目も編んでいきます。はい、1段編んできたので2段目ですね。鎖編み3つで立ち上がって、はい、そして前段の長編みの目に長編みを1つ編んで、そして鎖編みを2つして、前段の長編みの頭に長編み、鎖編みを2つ、長編みの目に長編み、鎖編みを2つ、長編みの頭に長編み、鎖編みを2つ、長編みの頭に長編み、次はそのまま長編みの頭に長編み、長編みの頭に長編み、はい、長編みですね。はい、これでもう前段と同じ編み方を編んでいきます。これ今2段目で3段まで同じ編み方で編んでいきます。はい、3段編んできました。こんな感じですね。4つずつ、長編み4つ、四角4つという感じで、はい、でこれ反対側もですね同じようにして3段編んでいきます。でここはもうここで一旦切ってですね置いておきます。そして今から、紐を編もうと思います。紐を編んでいきます。1メートルぐらいの紐を2本編もうと思います。5号針で編んでいきます。鎖編みです。糸をかけてくるっと回して交差させて左手で押さえて引き抜きますね。はい、鎖編みです。2、3、4、5という風に編んでいきます。ですね、1メートルにするためには211目にしました。2の倍数プラス1で調整できます。はい、211目編んできました。そしたらここからですね鎖編みを3つして1、2、3ですね。3つして、そしてこの土台の目ですね、4つ目、4番目の目の裏山ですね、裏に返して裏山ポコッと出てるとこです。裏山に針を入れて引き抜きます。そして次は糸をかけて針を入れて引き抜きます。そしてまた糸をかけて同じところにですね3回針を入れて、そして今6本ですね、こう 1,2,3,4,5 6本あります。いっぺんにこれを引き抜きます。はい、ちょっとねコツがいります。でキュッと1回鎖を編みます。そしてまた次の裏山の目ですね、1つ飛ばして次の目です。1つ飛ばして次の目の裏山ポコッと出ているところに針を入れて引き抜きます。そして次は糸をかけて引き抜き、糸をかけて引き抜きます。でこうね針を通さないといけないのでちょっと引っ張ってですね、そして早めにクッと上に上げる感じです。そしてまた鎖編みを一つして、
裏山を一つ飛ばして次の裏山ですね、次の裏山に針を入れて、そして引き抜いて、そして次からはかけて引き抜きます。かけて引き抜きます。紐ですね、こんな感じの紐になります。はい、最後のところまで来ましたね。はい、一つ飛ばして次の裏山ですね、そこに針を入れて引き抜いてかけて引き抜いてかけて引き抜いて、はい、これを6本一緒にキュッと早めにこう編み棒を立てるとですね、通りやすかったです。はい、そしてまた一つ開けて、もうこれ一番最後の目になりますね、そこの裏山に針を入れて、そして同じようにかけて引き抜いてかけて引き抜きますね。はい、そしていっぺんにキュッと、はい、いっぺんにキュッとですね。そして鎖編みをして一つ、はい、そしてですね、ここも一番端になるんですけど、鎖編みを3つして、最初の目立ての鎖ですね、そこの鎖の目の中に針を入れて引き抜きました。はい、2、3目ですね、次の目も針を入れて引き抜きました。ちょっと糸始末の意味も兼ねてですね、はい、もう一つぐらいかな、3つ鎖編みの目の中に針を入れて、目立てのですね鎖編みの目の中に針を入れて引き抜きました。はい、でもうここでハサミで切って、あとは糸始末をしました。はい、糸始末ですね。とじ針に針を通して、紐なので裏も表もそんなにないんです。ただちょっとこう、しかもですね、これ厚みがあるので、もう中の方にですね、ただ中の方に針を進めていって、編み地の中にですね、はい、編み地の中に針を入れて、あとはちょっとゴリゴリと中の方に結構進んでいって、ハサミで切りました。はい、これ糸のね性質的にも溶けやすくスルスル溶けやすい糸でもないので、これでいいかなと思います。そしてこの本体の方の糸始末ですね、とじ針に糸を通して、この裏地のですね裏側の面の編み地の中ですね、ここはちょうど肩のところなので、もう肩の引き抜きで剥いだ部分ですね、そこの中にこうくぐらせていきました。方向を変えたりしながらですね、はい、そんな感じで大丈夫だと思います。他の糸もですね、そんなにたくさんはないですけど、こう糸に通しながらですね、編み地の中に通しながら、で今回ちょっとこういろんな色があるので、できればなんかこう同じような糸のところでハサミで切れたらいいかなと思います。今回の糸はこういう始末とかすごくしやすいです。
サラサラしてるわけじゃないので多分ほどけにくいし、で糸も大きいのでこの糸始末も結構しやすい、簡単にできました。はい、全部ですね同じようなやり方で糸始末をしていきます。そしてあとは紐を通そうと思います。この編み地をですね横に編み地を横にして、編んでいるところですね。そこにこの長編みが4つ、四角が4つのところですね。これもう一番端から通して絞ってもいいし、途中から絞っても可愛いし、いろいろですよね。適当に楽しんでもらえたらなと思います。とにかくこの四角のところを交互に通して、上下と通して、で長編み4つのところはそのまま4つ飛ばして、また次の四角のところをまたその上下みたいにこうくぐらせます。そのやり方でしました。もうここはいいねアイデアがあったらそれでやってみてください。逆にこの長編み4目の方をこうなんていうんですかね、紐の表にする、紐長編み4目のところは紐を下にする、裏側にするっていう風にしても落ち着くかもですね。この絞る方をこう横にして袖口の方にする場合もですね、袖をキュッとも小さくして、ちょっと下をですね、一番下まで通さないで途中のところまでにして、ひらひら状態にしてる袖も可愛かったです。色もですね、いろんな色がこう入ってるのでおしゃれなアクセントになって、いろんな着方を楽しむみたいにできたらいいなと思います。採寸はこの状態でですね、横が80センチ、縦が62センチ、首周りがですね31センチ、ぐるっと測ると62センチということです。縦に半分に折った状態ですね。その状態で下に紐を入れてちょっと結んでる状態です。横にした状態ですね、これが。でそれでちょっと紐の結び方を変えた状態。これは縦にしてキュッときつく縛った状態の、正面と横ですね。そしてこれはゆっくりめに絞ってる状態。そしてこれは一番端まで紐を通さないで、少し手前まで通してちょっと絞った感じのやつです。そしてこれはその状態でキュッと絞った状態ですね。その横ですね。そしてほとんどギャザーを寄せないでダラーンってした感じの前と横、これ横ですね。そして後ろこんな感じです。そして今度は横にして袖ぐりの方に紐がくる感じです。めちゃ自由なのでいろいろ楽しんで見てもらえたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。